シャイナルンさんこんにちは。ラフィオです。今回は2025年に発売して文房具界隈を大きく盛り上げているクルトガウッドと去年の2024年に発売されて話題を呼んだクルトガメタル、どっちを買うべきなのか比較していきます。比べてみた結論から発表すると、個人的にはクルトガメタルの方がおすすめです。一番の理由は値段なんですけど、クルトガメタルが税込み2750円で、クルトガウッドが税込み3850円になっていて、1000円ぐらい差があるんですよね。この2本の一番大きい違いが見た目で、内部のメカやシルエット、書き心地はほぼ一緒だったので、値段が安いクルトガメタルの方が多くの人にお勧めできると思いました。逆に見た目や質感でより気に入った方を購入するっていう考え方がいいのかなと思います。かなり単純な結論になっちゃったんですけど、その考え方で言ったらクルトガウッドもかなりおすすめです。それじゃあもっと詳しい紹介と比較をやっていきます。それじゃあまず基本情報から話していくんですけど、じゃあまずはクルトガメタルから話していきます。発売は2024年の4月で、定価は税込み2750円、新径は 0.5mm で全国の文房具屋さんで販売されています。発売当初は一部の文房具屋さんでしか取り扱っていなかったんですけど、最近は個人経営の小さい文房具屋さんでも見かけるようになりました。Amazon でも売ってたので概要欄にリンクを貼っておきます。サイズ感はこんな感じで、全長が約 145.8mm、直径が約 9.5mm、重量が約 17.6g です。普通のクルトガよりも若干細長いサイズ感です。クルトガスタンダードが中学生だとしたら、メタルは新社会人みたいな大人びた雰囲気でした。本体はアルミ製でブラスト加工という横方向に細かい溝を彫った加工がされています。ザラザラ感っていうよりかはサラサラした手触りできめ細かい加工でした。他のシャーペンでこの加工ってなかったと思うので個性も感じれてよかったです。グリップもアルミなんですけど、さっきのブラスト加工にさらに深い溝が彫られています。超きめ細かいローレットグリップみたいな感じで、長時間握っても疲れにくかったです。他の人のレビューを見てると、滑りやすいっていう意見だったり、ホコリが入り込むのが気になるっていう声もありました。カラーバリエーションはノクターンブラック、ファントムグレー、サイレントブルーがあります。特にブラックだとホコリの入り込みは目立ちやすいと思ったので、気になりそうな人にはグレーとかおすすめです。次にクルトガウッドなんですけど、発売は2025年の3月21日で、定価は税込み3850円、新径は 0.5mm で、3月から6月までは一部の取扱店限定で販売されてます。6月以降は取扱店を拡大するそうなので、今クルトガメタルが置いてある文房具屋さんにはいずれ入荷されていくんじゃないかなと思います。サイズ感はこんな感じで、全長が約 145.8mm、直径が約 9.5mm、重量は約 18.5g です。一応クルトガメタルよりも 1g 重たくなってるんですが、サイズ感は全体的にほぼ一緒でした。上軸の素材はクルトガメタルと一緒で、ブラスト加工のアルミです。1個思ったんですけど、なんか手触りはメタルよりも若干マイルドになってる気がします。溝の彫り方が若干変わったのか個体差なのかわかんないんですけど、スベスベ度合いが増したような感じがしました。もしメタルとウッド両方持ってる人がいたら感想も教えてほしいです。上軸のカラーバリエーションはフォレストグリーンとスチールグレーの2色で、僕はフォレストグリーンを選びました。グリップにはウエンジというマメ科の木材が使われているんですが、このフォレストグリーンとスチールグレーでどっちも相性いいと思います。この前 YouTube のアンケート機能で一色選ぶならどっちを選びますかっていうアンケートを取ってみたんですけど、まさかの 50-50 だったので、どっちを買ってもセンスを感じれると思います。木目は結構きめ細かくて、板目のダークブラウンなので主張は控えめな印象です。雰囲気はピュアモルトに似てました。日常生活に馴染むデザインなので、学校や会社でも使いやすいと思います。一個注意点なんですけど、木肌が粗いので木のささくれができやすいかもしれないです。前の開封動画のコメント欄でささくれが手に刺さったっていうコメントがあったので、そこは注意点です。次にこの2本の違いなんですけど、意外にも内部の作りがそれぞれ違ってました。グリップを外すとクルトガメタルは上軸がオスネジ、グリップ側がメスネジだったんですけど、クルトガウッドはその逆になっています。なので互換性もなかったです。発売前から互換性を期待している声が多かったので、個人的に互換性はあってほしかったなと思ったんですけど、このウッドグリップは結構木材が薄く削ってあるので、メスネジを採用すると強度が危うかったのかなと思いました。
前回のクルトガウッド開封動画のコメントで、クルトガメタルのオスネジを外したら、ウッドグリップが使えるんじゃないのっていう質問をいただいてやってみたんですが、それでもネジの直径が絶妙に合わなかったです。あとはクルトガウッドの上軸のネジを外して内部のメカを取り外せるのかっていうコメントもいただいたんですが、メスネジなので外すのは大変そうでした。その影響かわかんないんですが、重心もクルトガウッドの方が低重心になってました。あとは前回の動画ではあまり触れてなかったんですけど、口金の形状も違ってました。これもオスネジメスネジがそれぞれ逆になっているので互換性はなかったです。定価はクルトガメタルよりもクルトガウッドの方が1000円高くて、販売前から定価についての意見が多かったんですが、グリップの見た目以外でも内部の金具の作りが根本から違っているなら製造費がかかっているのも納得できると思いました。ネジの付け根にはしっかりゴムパッキンがついていて緩まないように工夫されていたので、2本とも作り込みの高さは感じれました。内部のネジにプラスチックを使っているシャーペンも多いんですが、この2本はシャープメカ以外はほとんど金属製だったので、最近発売したシャーペンの中でも特にこだわって作られている印象です。シャープメカはどっちも同じで、このメカ自体は定価605円のクルトガケースモデルと一緒です。シンリアエンジンという新しいクルトガエンジンが採用されてて、これより一世代前のクルトガエンジンよりもガタつきを抑えたのが特徴になってます。書いてみると確かにしっかりした書き味になってて、従来のクルトガ特有のふわふわ感が抑えられている印象です。さらにクルトガメタルからはペン先にニブダンパーという小さいプラスチックのパーツが採用されて、エンジンのブレ軽減プラスペン先のブレ軽減にもつながってます。宅配便で例えるとニブダンパーは緩衝材のプチプチみたいなイメージで、書いた時の細かいブレを吸収してくれる感じでした。ブレがゼロっていうわけじゃないので、正直ブレを感じたくないなら固定式の他のシャーペンを使えばいいじゃんっていう結論にはなっちゃうんですけど、昔からクルトガを知ってる僕的にはクルトガの進化を感じれてかなり楽しめました。個人的に書きやすさは100点中85点ぐらいな印象です。この書き味は好み分かりやすいと思うので、お店で試し書きしてから買うのがおすすめです。内部のメカが一緒で軸のサイズ感、スペックもほぼ一緒っていうことで、書きやすさはそこまで決定的な違いはないのかなと思いました。ただクルトガウッドはグリップが木材になってマイルドな握り心地になったので、若干柔らかい書き味に感じるような気もします。グリップの好みとシャープメカ、クルトガエンジンの好みで意見が分かれるかもしれないんですけど、個人的に明確な違いは感じなかったです。その他の違いで言うと、ノック感が違ってて、クルトガメタルよりもクルトガウッドの方が軽いノック感でした。ただノック感は自分が持ってる3本のクルトガメタルの中でも個体差で軽いのと重いのがあったので、おそらくクルトガウッドの中でも個体差はあるのかなと思います。個人的に軽い方も重い方も気持ちいいノック感でした。という感じで2本の大きい違いをまとめると、グリップの素材、軸のカラー、オスネジメスネジの違い、重心の位置でした。シャープメカは一緒なので書きやすさに大きい違いがあるというよりかはデザインとグリップ感に違いがある感じでした。クルトガウッドは完全新作タイトルっていうよりクルトガメタルのリメイク版みたいなイメージで買うのがいいのかなと思います。定価に1000円の差があるのでクルトガウッドにしかない特徴みたいなのがもう一ひねりあると差別化できてさらに良かったのかなと思いました。コレクションで集めたい人やこのデザインに惹かれた方にはもちろんおすすめです。僕はもともとクルトガメタルを知った状態でクルトガウッドを買ったので感動が薄れちゃったっていうのはあるんですが、作り込みの高さやシャーペン自体の完成度には満足しているので、クルトガウッドもコレクションとして買ってよかったと思ってます。ということで今回の動画ちょっとでも参考になったら動画の評価とチャンネル登録、SNS のフォローもよろしくお願いします。それでは最後にご視聴ありがとうございました。